そういえば小池百合子さん、刑事告発されましたね、とうとう。もともと側近だった小島さんっていう人が、小池百合子さんの卒業証書が、卒業したと言っている1976年10月に小池さん卒業したと言ってるんですけど、卒業証書自体が12月29日かなんかの日付になってて、で、それおかしいんじゃねって話と、あとなんかアラビアでいう西暦のような、なんとか歴っていうのがあるんですけど、で、そのなんとか歴でいくと、その日付表記だと1329年になるみたいな話なんですよ。なので、そういう書き間違いとかあるよね、みたいなレベルの話でごまかされそうなんですけど、一応アラビア語系の文化の中で、エジプトのカイロ大学というのは、割と最高峰に近い場所なわけですよ。その最高峰に近い場所の学校が卒業証書に日付の書き間違いをするかどうかとか、ミスターとかミセスみたいな男性女性を間違えて書くかっていうと、さすがにそれやらねえだろって。学籍番号とかも書いてないみたいなのがあって、ヒジュラ歴ですね。なので、なんか、それおかしいんじゃねっていうのを刑事告発したんですけど、ただ、これね、結構ね、無理筋な気はするんですよね。日本の裁判所がアラビア語の証明書として正しいかどうかを判定する機能を持っているのかって言われると、担当した裁判官は知らんがなってなっちゃうと思うんですよね。アラビア文化ではこうなんだとか言われたとしても、日本の裁判官は、いや、俺アラビア語とか全然知らないし、どうすんのこれっていうので、むしろ多分困ると思うんですよ。で、そこで何らかしらの大きな判断をしたとして、で、じゃあ無効ですとか、当選自体がおかしいよねっていう風になったとすると、多分その後に起きる影響がめちゃくちゃでかすぎるので、今刑事告発したとしても、その裁判が判決が出るまで1年ぐらいかかってしまうので、そうするともう4月7日の都知事選終わった後で、小池百合子さんが受かってなければどうでもいいんですよ。で、仮に受かってたとしたら、受かってたけども、これって公職選挙違反だよねとなった場合に、じゃあ過去受かってたのを取り消しますと。でももう過去受かった分の任期は終わってるじゃないですか。で、新しい任期の時に何て言ってるかで、新しい任期の時に1976年10月とは書かずに、1976年卒業って書いた場合は、過去は公職選挙法違反であったかもしれません。でも4年で任期は終わりました。で、今回は1976年卒業しか書いてないので、10月は間違ってた。で、それが12月とも書いてないから、グレーであって公職選挙違反とは言えない。なので、今回は OK みたいな形になる可能性もあるんですよね。で、結局現職の知事を東京地方裁判所の裁判官が辞めさせるという責任はかなりでかいんですよ。仮に受かってたんですよね、今回。で、そこまでのリスクを負うようなことを官僚である、裁判官といっても基本的にはもう公務員なので、なかなかその判断はしないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。学歴詐称が公職選挙違反というか、経歴に関して嘘を書いた場合は公職選挙違反ですっていう話です。なので、経歴の中に学歴を詐称したという形なので、学歴詐称なんて大したことないじゃんっていうのは確かにそうなんですけど、学歴詐称というよりも、公職選挙法で届け出をした書類の中に嘘があったということが良くないんですよ。例えばじゃあ二重国籍を持っている人が、私は単独国籍ですって言って、選挙に行って当選しました。で、二重国籍でしたよねってバレた場合って、これは嘘の届け出を出した、嘘の経歴の証明をしたから、これは嘘をつきましたよね。公職選挙違反ですってなるんですよ。学歴なんか大したことないじゃんっていう話じゃなくて、公職選挙法に基づく書類の中に虚偽があったということが問題なんですよ。別になんか大学なんかどこ出たって一緒じゃんって僕もそう思うんですよ。今更別に小池百合子さんが、じゃあ実は本当は明治大学卒業でしたとかって言っても、あ、そう、だから何っていうレベルで、小池さんの今までの実績とか過去とか、あとはあんまり関係ない話なので、結構どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、ただ公職選挙法で嘘をついて書類を出すのは良くないよねという話です。はい。なので一応そこら辺はちゃんとした方がいいんじゃないかなというふうに思いますけども。都知事選は半枠の玉上と朝鮮 B 期の蓮舫はどっちが票を集めるでしょうか。百合子参戦は確定として。いや、蓮舫さんの方がやっぱ強いんじゃないですか。少なくとも反自民党っていう人が投票するとすると、やっぱり立憲民主党で行く方がいいよね。で、なんだかんだ言って政治家経験がちゃんとある人の方が安心できるよねっていうのがあると思うので、で、今回出馬してる人で政治家経験があるのが、小池百合子さん、蓮舫さん、石丸さんの3人なんですよね。あと、山本太郎さん出てるんだっけ。なので、4人なんですよ。
日本人、その東京の人はやっぱり政治家経験がある人の方がいいよねなので、この4人のうちのどれかに行くと思うんですよね。で、百合子さんが行きませんでしたってなると、じゃあ蓮舫さんか石丸さんか山本太郎さんかってなるので、山本太郎さんが上がる可能性もあるんですけど、蓮舫さんの方がまだ上なんじゃないかなというふうに思いますけど。政権交代ありえますか？次の総理大臣誰になると思いますか？政権交代ないと思います。で、次の総理大臣は岸田さんじゃないですかね。結局、日本人の国民性で新しいものを恐れる割合というのがだいぶ高まってる気がするんですよね。国民性にもよるんですけど、過去悪かったとしても、でも別に何かが変わってしまう変化の方が嫌だよねっていう風に考える人って結構多いんですよ。なので、良くなるかもしれないけど、悪くなるかもしれない。であれば、変化ということ自体が嫌なので、じゃあ変化しない方がいいよね。っていう風に、年を取ってる人ほど思いがちなんですけど、有権者の平均年齢高いので、なので変わんないだろうなと思うんですよね。自民党の支持率がめちゃくちゃ下がってますと。で、20% 切ってますって言ってるんですけど、立憲民主党の支持率も 10% 以下とかだったりするんですよ。要するに政権交代というのは、与党よりも野党の支持率が上がった時に起こるんですよ。なので自民党の支持率が 20% でした。立憲民主党の支持率が 21% でした。であれば、起きるんですけど、残念ながら半分以下なんですよ、立憲民主党。で、もう一つのパターンとして、野党が連合した場合、10% が立憲民主党で、8% が維新で、残り 3% が、じゃあ国民民主党とか令和とかで、全部足したら 21% だよね。自民党より大きいよね。っていうパターンの政権交代っていうのが、昔新党先駆けとか社会党とかっていうので自民党に勝った時に、野党が結託して多数を取るっていうのがあったんですけど、残念ながら今、全部足せないんですよ。要するに維新の会は、立憲民主党と組むぐらいだったら自民党と組みますというのをほぼ明言してるんですよ。で、国民民主党も立憲民主党と組むぐらいだったら自民党と組みますっていうのはほぼ明言してるんですよ。そうすると、立憲民主党と組むというのがないとすると、維新と国民民主党と令和とか NHK 党とかを一からげにして集めたとしても、10% ちょっとなんですよ。やっぱり自民党の 20% は超えないんですよ。なので、数字を見てる限り、政権交代は残念ながら起きません。これが残念ながらなのか、喜ばしい話なのか、人によるとは思いますけど、おめでとうございます。政権交代起きないんですよっていう話なのか、残念ながらなのか、人によるんですけど、とりあえず起きませんと。じゃあ自民党内で岸田さんを下ろして、他の人ができるかっていうと、一般的な人気でいくと、鳥取の石破さんが一般的には人気はあるんですけど、自民党内の政治家の中だと人気がないんですよ。基本的には自民党の党首というのは政治家の票で決まるんですよね。一般の党員も投票の権利はあるんですけど、票としてはだいぶ小さいので、なので自民党の政治家が基本的には総理とか自民党の党首を決めて、自民党の党首が自民党の総裁が総理大臣になるという構造なので、今の段階で仮に総裁選があったとしても、岸田さんが取るよね。で、岸田さんがそのまま総理大臣を続けるよねっていうのが可能性として一番高いんじゃないかなと思うんですよね。で、何か起こる可能性があるとすると、小池さんが都知事選で負けた時ですね。小池さんが都知事選で負けて、自民党じゃない人が都の運営をやって、結果として良くなったよねっていうのを体感として得られた場合、小池さんって自民党公明党派閥なんですけど、自民党の党員の資格を持ったまま東京都知事選に行ったのかな。今は党員の資格失ったのかわかんないですけど、で、それがじゃあ他の党の人がやってうまくいったとしたら、じゃあ日本全体も自民党じゃなくてもいいんじゃないっていう可能性が上がる場合もあると思うんですよ。もちろん上がらない場合もありますけどね。仮にじゃあ東京都知事でヘズマさんが勝ちましたと。ヘズマリュウ東京都知事ですって言って、ヘズマリュウさんがもう税金ゼロにするわって言って、東京都は消費税ゼロです。所得税もゼロですってなって、で、そうするとめちゃくちゃ儲かると思うんですよ、東京の会社。で、東京税金ゼロだからって日本中から東京住みたいっていう人が来て、東京の地価めちゃめちゃ上がると思うんですよ。家賃収入もすげえ増えるので、もともと東京に住んでる人たちとかは家賃の収入も増えるし、全然住んでないところに人が増えて、で、商売やってる人も八百屋とかも人口増えるからめちゃめちゃ売り上げ上がるんですよ。なので、めちゃめちゃ景気いいじゃん、東京っていうのになって、で、法人税とかもバンバン上がるけど、法人税払わなくていいっすってなってるから、都民税の分はね、払わなくていいになってるから、東京都の会社もめちゃめちゃ儲かったわ、金あるわって言って、キャバクラとか行ってすげえ金使って、風俗とかにもお金が回って、東京超景気いいよねってなった時に、あれこれ今までの自民党なんでやんなかったの？これ日本中でやればいいじゃん。っ
っていう風になる可能性があるんですよ。でも自民党がやらなかったよね。じゃあもう自民党じゃなくて税金ゼロにしますってやつに任した方が面白くねっていう風に庶民も思い始めると思うんですよね。っていうぐらいドラスティックなことをやればひょっとしたら変わるかもしれないですけど、既存の政治家の人がやったとしても別になんか税金ゼロにしますとか言わないから、だからその可能性があるとしたら山本太郎さん山本太郎さんって都知事選出るんだっけ？なんか一応消費税ゼロにするって言ってるから、太郎さんが出たら、東京都の住民税ゼロにするとかっていうのをやるかもしれないですね。なのでまあ、それくらいかな。もし日本が変わる可能性があるとしたら。それ以外は基本的には変わらないんじゃないかなと思いますけど。なので基本的には何も変わらないというふうに思っていただければいいんじゃないかなと思います。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。